さんこんばんは。今日は XT33 を買ってまずはじめに設定変更すべきポイントについてお話ししていきます。 XT33 は初期設定のままだと本当に誤操作が多くなってしまう作りになってるんですよね。で、一番問題なのが2つのコマンドダイヤルとこの Q ボタンです。Q ボタンはサムグリップの上についていて、誤って触ってしまって撮影チャンスを逃したことが何度もあります。コマンドダイヤルはこの後ろと前と2つついていて、どちらも押し込めるようになってます。で、押し込むと機能が変わって、後ろはフォーカスチェック、画面のズームになっていて、前ダイヤルは絞りと ISO の切り替えスイッチになっていて、絞りを操作するつもりが ISO を変えてしまったり、しかも ISO と絞りの方向が逆だから露出を上げて明るくしようと思ったら暗くなってしまったりで、絶対に無効化しないといけない機能です。では実際に設定変更をしていきましょう。メニューボタンを押して操作ボタンダイヤル設定の中のファンクション設定を選びます。まずは上から5つ目の Q ボタンの設定をなしに変更します。次にそのすぐ上のリアダイヤルの設定を変更します。たくさん出てきますが、なしを探して設定します。これで Q ボタンとリアダイヤルボタンの機能は無効化できました。次にファンクション設定の2つ下にあるコマンドダイヤル設定を選びます。そうしたら F 値以外になっているものをすべてなしに変更します。これでフロントダイヤルボタンも無効にできました。これで Q ボタンに触ってもメニューは開かないし、フロントダイヤルボタンを押してもリアダイヤルボタンを押してもモードが切り替わることはありません。これでダイヤルと Q ボタンによる誤操作はなくなりましたが、富士フイルムのカメラにはもう一つ悪い癖があって、それがフォーカスレバーです。フォーカスレバーは初期設定だと位置を変えようとするとダイヤル操作でフォーカスエリアが切り替わるようになっています。なのでフォーカスの位置を変えてシャッター速度を変えようと思ったらエリアが変わってしまって撮り逃すといったことが本当によくあります。利用者の立場になってものづくりはしてほしいものです。設定を変えていきます。操作ボタンダイヤル設定のフォーカスレバー設定、この中のフォーカスレバーを AF ポイントダイレクト移動に切り替えます。はい、これでフォーカスレバーを動かしてもフォーカスする位置が変わるだけでダイヤルを回すとエリアが変わってしまったり、そのおかげで写真を撮り逃すことはなくなりました。これで初期設定は終了と言いたいんですが、一つ忘れていることがありますよね。それは ISO 感度変更機能の割り付けです。フロントダイヤルで ISO 感度を設定しなくなったので、他のボタンに割り当てる必要があります。おすすめは AFL です。このボタンなかなか撮影で使うことはないので AFL ボタンで ISO 感度が変更できるようにします。 ISO 感度を変えたいときは AFL を押してダイヤルかフォーカスレバーで値を変えます。はい、これで XT33 の初期設定は終わりです。いかがだったでしょうか。少しはお役に立てたでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録お待ちしています。ご視聴ありがとうございました。